今回はワンフライ級キックボクシング世界チャンピオンザ・キッキングマシーンスーパーレッグについて紹介したいと思います。戦績136勝29敗4引き分け、ルンピニースタジアムで2階級を制覇した29歳。2024年1月28日に東京有明アリーナで開催される日本大会ワン165で武尊選手と戦います。1995年11月6日、スーパーレッグはタイ北部の貧しい地方ブリラムのタコタピで生まれました。本名はマナチャイ・ヤモシリと言います。父親はマナチャイが生まれてすぐに家を出て行ってしまいました。母親はとても貧しい中、マナチャイを育てなければならず、仕事を見つけるため、家族を養うため、首都バンコクに一人で出稼ぎに出て行ってしまいました。マナチャイを残して。残されたマナチャイは祖父の手によって育てられました。祖父は貧しい家庭の子供たちがそうするように、マナチャイをムエタイジムに連れて行き、ムエタイ選手としてお金を稼ぐようトレーニングを始めさせました。そのジムはシンダムや数々の名選手を送り出したキャットムーカオムエタイキャンプでした。マナチャイが7歳の時でした。ムエタイを始めてから数ヶ月後、マナチャイは8歳でリングに上がりました。リングネームはスーパーレッグキャットムーカオ、スーパーレッグの誕生です。初めての試合で初めての勝利をつかみ、ファイトマネーを稼ぎました。スーパーレッグは地方で勝利を積み重ね、2010年12月29日、ルンピニースタジアムのリングに立ちましたが、まさかの2連敗。ルンピニースタジアムの洗礼を受けました。しかし3戦目からは3連勝。その後も勝利を重ねたスーパーレッグは2012年9月7日、ルンピニースタジアムスーパーフライ級のタイトルに挑みました。対戦相手は後にワンにも参戦するルンピニースタジアムタイトルホルダー、ニックネームエルボーゾンビ、ムアン対 PK センジャイ。紛れもない強敵です。เอาละครับคู่นี้แหละเป็นศึกดาร์บี้แมตช์นี้นะครับโอ้โหดร.พงศ์ทองมงคลเองเลยครับนี่ครับเมืองไทยสบุญเยี่ยมครับพบกับซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยคู่นี้เป็นคู่เดียวที่อาจารย์ยศมารอดูค่ำคืน人生のかかった大一番、試合直後から強烈なミドルを蹴り合い、そして首相撲に持ち込みます。ジャブで距離を測り、強烈なミドルを当てるスーパーレッグ。それに対し、肘を当てたいムアンタイは距離を詰めてきます。スーパーレッグは首相撲に捉え、肘を打たせない距離を作ります。すぐに距離を詰めてくるムアンタイに対し、スーパーレッグは膝を叩き込みます。距離ができたらすぐにミドルを蹴ります。距離が詰まると首相撲に捉え、膝でダメージを与え続けます。自分が不利となる距離は徹底的に潰します。しかしパワフルなムアンタイにダメージをなかなか与えることはできず、時折投げ飛ばされることもあります。距離ができたら徹底的にミドルを蹴る。中途半端な距離になると近づいて距離を潰す。何度か投げ飛ばされましたが、徹底的に作戦を実行しました。その激しい戦いは5ラウンドも続けられ、判定にもつれ込みました。結果はスーパーレッグの判定勝ち。ルンピニースタジアムのスーパーフライ級のタイトルを獲得しました。彼が17歳の時でした。その後、ルンピニースタジアムのノンタイトル戦で2連勝し、同年2012年12月7日、ルンピニースタジアムスーパーフライ級タイトル防衛戦を行いました。対戦相手は後にワンにも参戦するサムエイ。左構えのサムエイに対し、スーパーレッグは右ミドルを叩き込んでいきます。サムエイの攻撃をほとんどもらわず、そのまま5ラウンドまで戦い抜きました。結果はスーパーレッグの判定勝利。なんとかタイトルを防衛しましたが、明らかに本調子ではないスーパーレッグ。体が大きくなったことにより減量がきつくなっていたのかもしれません。次戦スーパーフライ級で戦ったスーパーレッグは後半明らかにスタミナ切れ、判定負けを喫しました。
これ以降スーパーレッグは戦いの場をバンタム級に移しました。バンタム級に変更後2連敗しましたが、その後2連勝。2013年6月7日、ルンピニースタジアム、バンタム級のタイトルマッチのチャンスが巡ってきました。相手はバンタム級初戦で敗北しているマンダムソー・ウィラポン。リベンジマッチです。第1ラウンドはお互い様子見。スーパーレッグもジャブと軽い首相撲を行うぐらいの攻めです。2ラウンド、スーパーレッグは肘を使い始めます。それに対しマンダムは膝を返します。またスーパーレッグは前切れを使い長い距離での戦いを進めます。マンダムはミドルキックとパンチで応戦します。前切りを多用する戦い方は以前のスーパーレッグとは違った戦い方に思えます。近い距離では中途半端な距離は作らず、しっかりと首相撲に捉え、エルボーなどの攻撃を防いでいます。前切りとジャブで自分の距離をキープし続けます。相手の攻撃は完全に見切ります。そして突然のミドルキック、そして強烈なエルボー。KO 勝利でルンピニースタジアムバンダム級のタイトルを獲得しました。スーパーフライ級のタイトル獲得から10ヶ月目のことでした。その後スーパーレッグはルンピニースタジアム3階級制覇を目指し、階級をスーパーバンダム級に移します。初戦はサムエ・ガイアン・ハーダオ、ルンピニースタジアムで3階級を制覇し、後に1でフライ級とストロー級のムエタイチャンピオン、ストロー級でキックボクシングチャンピオンとなっているこれまでのキャリアで一番の強豪です。試合は非常に緊迫した展開。要所要所で攻撃を当てるガイアン・ハーダオ。3ラウンド後半からは攻め込まれる場面が多くなります。なんとか反撃を試みますがダメージを与えることができません。4ラウンドも攻め込まれる場面が多く見られました。5ラウンドも諦めず、なんとか逆転しようと攻めますが、逆に攻め込まれてしまいます。そしてそのまま試合終了。結果は残念ながら判定負けとなってしまいました。この負けから2ヶ月後すぐに同じ相手サムエ・ガイアン・ハーダオにリマッチしておりますが、そちらも5ラウンド判定負けを喫しております。サムエに連敗してしまいましたが、スーパーバンダム級で戦いを続けたスーパーレッグは、2014年3月30日に、現役スーパーバンダム級王者、スーパーバンクにノンタイトル戦ですが勝利を収めました。約1ヶ月後の2014年5月6日、ノンタイトル戦で勝利したスーパーバンクに、ルンピニースタジアムスーパーバンダム級王者をかけ挑戦することとなりました。しかし結果は判定負け、タイトル奪取は叶いませんでした。2015年12月8日にもタイトル挑戦しておりますが、判定負けを喫しております。この後ラジャダムダンへの参戦、1への参戦と続いていきますが、そちらは次回の動画で紹介させていただきたいと思います。今回はここまでです。引き続きよろしくお願いいたします。เสื้อที่เราใส่แบบนี้ทหารเขาชอบใส่เวลาไปแต่งแบบนะครับ